アブラムシを使った有機肥料の作り方。イントロダクション。ガーデニングや農業において、アブラムシは厄介な害虫として知られています。しかし、彼らを逆に利用して有機肥料を作ることができるとしたら、どうでしょうか？今回は、ずんだもんと四国メタンの対話を通じて、アブラムシを使った有機肥料の作り方を紹介します。この方法を使えば、自然に優しい肥料を自分で作ることができ、費用も抑えられます。アブラムシの集め方。アブラムシをどうやって集めればいいのだ？簡単よ。アブラムシは植物の葉に群がっていることが多いから、被害が出ている植物を探して葉ボトシで取るか、柔らかいブラシで集めるといいわよ。特にバラやナスのような植物は要注意だから、よく観察してみてね。でも触るのが気持ち悪いのだ。それなら手袋を使うといいわよ。安全に集められるからね。しかも虫が苦手でも手袋をしていれば安心して作業できるわ。できれば早朝や夕方とか、アブラムシが動きにくい時間帯に集めると効率がいいわよ。アブラムシを集める際の注意点。集めるときに気をつけることってあるのだ。できるだけ植物を傷めないように優しく扱ってね。葉っぱを無理に引っ張ると植物が傷んでしまうから、優しく触れることが大切なの。それから集めたアブラムシをすぐに使わない場合は、密閉容器に入れておくと逃げないわよ。有機肥料の作り方。集めたアブラムシはどうすればいいのだ？まずは水と一緒にバケツに入れて混ぜるの。それからそのまましばらく置いて発酵させると、有機肥料として使えるようになるの。約1週間くらいでいい匂いがしてきたら完成の合図よ。発酵させることで微生物がアブラムシを分解して栄養豊富な液体を作ってくれるのよ。臭くならないのだ。ちゃんと発酵させれば大丈夫よ。でも最初の数日は蓋をしておくといいかもね。蓋をすることで匂いが外に漏れにくくなるし、虫が寄ってくるのを防ぐことができるわよ。発酵中の管理。発酵中に何かすることはあるのだ。たまに混ぜてあげるといいわよ。混ぜることで酸素が供給されて発酵がスムーズになるの。あと直射日光を避けて涼しい場所に置いておくと発酵が安定するわよ。有機肥料の使用法。できた肥料はどうやって使うのだ？完成した有機肥料は水で薄めて植物に与えるの。濃すぎると植物にダメージを与えることがあるから、目安として5倍から10倍くらいに薄めるといいわね。薄めることで肥料が均等に行き渡りやすくなって、植物が栄養を吸収しやすくなるのよ。なるほどなのだ。薄めすぎても効果がなくなっちゃうのだ。そうね。あまりに薄めると栄養が足りなくなっちゃうから注意してね。植物の種類や状態によって濃度を調整してみるといいわね。最初は少しずつ試して植物の反応を見ながら調整すると失敗しにくいわよ。まとめ。アブラムシを有効活用することで、手軽に有機肥料を作ることができます。害虫として厄介者扱いされがちなアブラムシも、見方を変えれば貴重な資源です。自分で作った肥料を使うことで、植物の成長を実感できるのも楽しみの一つです。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは嫌な虫に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。気持ち悪いと思ったり、嫌な虫に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。